新潟旅行から自宅に帰る途中に行きたいところがあったので、ちょっと群馬に寄り道しました。で、どこに行ったのだ？最初に向かったのは碓氷峠です。カーブを曲がると目的地が見えてきました。通称メガネ橋の碓氷第三橋梁です。ありゃ、通り過ぎたのだ。少し先に駐車場があるので、そこへ向かってます。駐車場はトイレ完備で十分な広さでした。駐車場から歩いて5分ほどでメガネ橋に着きました。メガネ橋は国内最大級のレンガ造りのアーチ橋で、1892年に完成後、1963年の深セン切り替えまで使用されていました。レンガを200万個以上使用した4面のアーチ橋で、高さ31メートル、長さ91メートルと圧巻の大きさです。すごく大きいのだ。メガネ橋は終日開放されており、登ることができます。登るための階段も整備されていて安心です。でも、熊がいないか心配なのだ。そこそこ見物客もいるので大丈夫だとは思いますが、こんな看板もあったので用心した方が良いと思います。かなり急な上り坂が続きます。なんとかメガネ橋の上に出ました。メガネ橋の上は遊歩道でベンチも置かれています。間近で見るメガネ橋のどっしりとしたその姿に、当時の日本の土木技術の高さを感じます。この遊歩道は鉄道時代の廃線跡を利用したアプトの道という名で整備がされました。アプトの道はメガネ橋を含めた横川駅、熊野平駅間の約 6km を歩くことができます。メガネ橋から下を覗くと足がすくみます。うわ、高いのだ。メガネ橋をさらに横川駅方面に進むと5号トンネルが見えてきました。トンネルに入ってみます。5号トンネルは全長約244メートルで、他のトンネルよりも長く、トンネルの中が大きくカーブしているため出口がすぐに見えず、独特の雰囲気があります。夜なら絶対に来れません。なんとなく怖いのだ。でも相方は平気みたいです。いい年なのに臆病者なので奥までは進まず引き返しました。ビビりだから仕方ないのだ。メガネ橋を歩いて戻っていると、山あいに上越新幹線の線路が見えました。線路は少しでほぼトンネルなのだ。アプトの道は
5号トンネルの次は6号トンネルで、その先は10号トンネルを経て熊野平駅まで続きます。階段を降りて駐車場に向かいます。木立の間から見える眼鏡橋も良い雰囲気でした。いい感じなのだ。続いてもう一箇所寄り道しました。とんでもなく細い道だけど、どこに行くのだ？向かうのは群馬県富岡市の街中にあります富岡製糸場です。初めて来たので駐車場事情を知らなかったのですが、富岡製糸場の近くには公営の駐車場はありませんでした。公営の駐車場からは徒歩10から20分ほど歩かなければならないようです。どうするつもりなのだ？どうしようかと迷いながら進んでいると、偶然製糸場の裏に民営の駐車場を見つけたので駐車しました。民営は近くにそこそこあったのだ。駐車場から5分ほど歩いて正門までやってきました。見学料を支払い入場しました。場内にはガイドツアーがあったので参加することにしました。集合場所に向かっているとあいにく雨が降り出しました。雨男がいるから仕方ないのだ。富岡製糸場内には100棟以上の建造物が現存しています。ガイドツアーでは約40分で場内の主要箇所を回ります。ベテランのガイドさんに引率されて最初の場所に向かいます。いろいろと見てゆくのだ。最初は東沖繭所です。乾燥させた繭を保管する倉庫で、長さ約104メートル、高さ約15メートルの木骨レンガ造りで国宝に指定されており、製糸場の顔ともいえる重要な建物です。こちらは検査任官です。品質検査担当のフランス人男性の宿舎だったそうです。フランス人が帰国後は貴賓室として使われたそうです。続いて案内されたのはこちらも国宝の送使所です。送使所内部の見学前に注意点の説明がありました。国宝は注意しないとダメなのだ。送使所は繭から糸を取る作業が行われていた建物です。内部には当時世界最大級の規模を誇る送糸機が設置されています。すごく長い機械なのだ。建物内部はトラス構造により柱のない広々とした空間が確保されています。中もとても広いのだ。創業当時フランスから当時最新鋭の送糸機を輸入し、多くの工女により操業されました。その後1965年に自動送糸機が導入され、日本の製糸技術向上に貢献しつつ、1987年の操業停止時まで運用されていたそうです。当時の世界最先端なのだ。ガイドツアーではその他にも4人のフランス人女性教師たちの宿舎だった女工館。開設当初から従業員の健康管理を目的とした
診療所。最高責任者であるフランス人指導者のポール・ブリュナの宿舎として建てられた首長館。富岡製糸場の工女たちが生活していた寄宿舎。富岡製糸場内をいろいろとガイドしていただきました。雨の中わかりやすく説明いただきありがとうございました。とても勉強になったのだ。ガイドツアー終了後、製糸場内の他の施設を見に行きました。残りの見学へ GO なのだ。こちらはブリューナエンジン胴体展示施設です。ブリューナエンジンは開設時にフランスから輸入した蒸気機関で、繭から生糸を紡ぐ送式の動力として使われていました。ここでは復元され、実際に稼働するエンジンを見ることができます。動いているところも見てみたかったのだ。こちらは西桶繭所です。創業時に東桶繭所と継いで建てられた繭倉庫です。2020年に保存修理工事が完了し、内部が一般公開されています。新しく生まれ変わったのだ。1階は富岡製糸場の歴史的資料を展示するギャラリーでした。このギャラリーは耐震補強されたハウスインハウスです。つまり建物の中の別の建物なのだ。2階はかつて繭の貯蔵庫として使われていた様子が再現されていました。また修理工事で判明した当時の建物の構造などが展示解説されていました。たくさん展示されていたのだ。2階ベランダからは製糸場の補修中を含めた建物群を違った角度から見ることができました。ここは一組ずつの交代制なのだ。製糸場内には現在も蚕の餌となる桑の葉が栽培されていました。最後に社宅を見学しました。社宅では蚕の生態展示が行われていました。生きた蚕が飼われていました。動く蚕は初めて見たのだ。社宅は昭和の一般家庭の生活が忍ばれる間取りでした。サザエさんの家みたいなのだ。富岡製糸場は明治日本の近代化を象徴する存在です。ここで確立された機械製糸技術は日本全国に広がっただけでなく、海外にも伝承され世界の絹文化の発展に大きく貢献しました。世界遺産で国宝も有する富岡製糸場は、見学する場合はガイドツアー参加を強くお勧めします。ガイドツアーはすごく良かったのだ。高速道路で帰る途中に雨が降り出しました。初めはさほどの降りではなかったのですが、徐々に激しくなり、ついに前が見づらくなるほどの豪雨に変わりました。スピードを落として気をつけながら運転を続けました。最近の雨は半端な降り方じゃないですね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。